ちは、りさです。今日は2026年に私が使う手帳をすべて紹介していこうと思います。紙の手帳が3冊と、あとは iPad のデジタルプランナー。それぞれ何のために使っているかとか、どういったことを書いているか、こういうのを中心に今回はお話ししていきます。手帳の使い方とか、あと iPad のデジタルプランナーに興味があるっていう方の参考になれば嬉しいです。ではまずは4つの手帳を簡単に紹介します。これは iPad です。iPad のデジタルプランナーとプライベート用のほぼ日ウィークス、仕事用のほぼ日ウィークス、ジャーナリング用のノートです。昨年からそんなに大きくは変わっていないんですけど、今年も iPad を写真とかデジタルステッカーで目で見て楽しむ用の手帳にして、プライベート用の日記は楽しかったこととか、その日起きたことを簡単に記録するもの。この仕事用の手帳は、私はフリーランスなので、自分でいろいろと計画を立てて仕事をしているので、今日は何をするとか、アイデアを書き溜めたりとか、そういうことを書いたりするよう。ジャーナリングは去年の12月からちょっとお試しというかやってみようかなっていう感じで始めたもので、とりあえず家に余ってるノートがあったので、それに2026年も引き続き書いていこうと思っています。自分の中ではこの4つでいい感じに手帳生活を送れるんじゃないかなっていうふうに感じています。ではまずはこの iPad のデジタルプランナーを紹介します。デジタルプランナーに関しては前回の動画で結構詳しく載せたので、そちらを見てもらえたらいいかなと思うんですけども、こういう感じで、前回の動画のままなんですけど、こういう日付の入っていないタイプのデジタルプランナーを使っていて、でここに自分で日付ステッカーを貼って写真を貼ったりとか、デジタルステッカーを貼ったり、あんまりマイナスなことは書いていなくて、楽しかったこととか、そういう思い出を記録する、そういうデジタルノートとして使っています。2026年も昨年と同じように使っていく感じで、デジタルプランナーも紙の手帳と同じように、このペンがあればペンの種類を選んだり、ペンのカラーを選んだりして、こんな感じで書くことができます。デジタルプランナーにもデジタルステッカーって言っていろんなステッカーがあるので、私はいつもこういうのをたくさん貼るのが好きで、何かステッカーを選んだら、こうやってサイズは自由に変えられて、こんな感じで使うことができます。で、こうやって自分で字を書くこともできるんですけど、なんかうまく書けないなとか、綺麗に書けないなっていう、そういう方はテキストがあるので、例えばこういうのもこのテキストを使っているんです。なので、字を書くのが苦手な方でも可愛いページを作ることができます。ネットで手書きフォントとかって検索するといろいろ出てくるので、無料のものもありますし、有料のものもありますし、これは夏目文字っていうやつで、あと最近買った猫踏みフォント。これも手書き文字感があって可愛いかなと思います。勉強とかに使う方はちゃんと手書きで書いた方が覚えれると思うんですけど、こういう可愛い字を書いたりして、デジタルプランナーの可愛いページを作りたいっていう、そういう場合は、こういう可愛いフォントを使うと気軽に楽しくデジタルプランナーを使うことができます。これは Apple Pencil にケースをつけて使っているんですけど、ペンは何でも大丈夫です。できれば純正の方がいいと思うんですけども、できるだけ費用を抑えたいっていう方は純正じゃなくても大丈夫です。続いてこちらはプライベート用の手帳です。ほぼ日手帳のウィークスを使っています。クリアカバーは本当は無地のものを買おうと思ってたんですけど、買うの忘れちゃってて、去年使ってたこのイラストがついたものをもうこれでもいいかなと思って、柄になっちゃうんですけど、可愛いかなと思って、これを2026年は使っていきます。でペンは本当はサラサマークオンっていうこのボールペンが好きだったんですけど、せっかくこのもらったほぼ日のジェットストリームがあるので、今年はちょっとこれを使ってみようかなと思っています。今日が1月14日で、しばらく使ってみたんですけど、サラサラしてて書きやすいかなっていう印象でした。でこの手帳は2025年は用意していなくて、でずっと去年こういう手帳あったらいいのになっていうのを考えていることがあって、
普段ほぼ一日ずっと一人で過ごしているので、誰とも喋らなかったり、楽しい話題とかもなかったりする、そういう日々が続いてて、今週何したっけって振り返った時に、本当に仕事しかしてないっていう、楽しいことあった気がするなとか、例えば YouTube 見て面白かったとか、なんかいろいろご飯が美味しかったとか、そういうこともあったはずなのに忘れちゃうっていうことがあって、なんかそれってもったいないのかなと思って、プライベートなことはこの手帳に日記として書いていこうかなと思っています。できればあんまりマイナスなことは書きたくないなと思ってて、さっき言ったみたいになんか面白かったとか、なんか美味しかったとか、そういうことをこの手帳に残していこうかなと思っています。でほぼ日手帳のウィークスっていうのは、この左側にウィークリーで枠があって、で右側が自由な方眼紙のページになっているので、こっちはその日ごとにちょっとした日記書いていって、右の方にまとめというか、こういう週だったなとか、もしチケットとか写真とかインスピックを持っているので、そういうのもあったら、そういうのは右の方に貼っていこうかなと思っています。シールもたまにセリアで買うので、こういうシールも貼ってちょっと可愛いページにできたらいいなと思っています。これがさっきのプライベート用のほぼ日手帳ウィークスと全く同じ内容のもので、これは仕事用に使う手帳です。仕事用の手帳をほぼ日ウィークスにしてもう3冊目なので、もうこれはもういつも通りという感じでずっと同じように使っていく予定です。今年はたまごっち、このクリアカバーを選びました。2年前に買ったものが赤ピンクっぽい感じで、昨年のものが黄色で、今年は水色にしてみました。で、たまごっちのクリアカバーをつけています。ボールペンはさっきのと同じで、ほぼ日手帳ウィークスを買った時についてきたボールペンです。私はジェットストリームっていうのがそんなに好きではないんですけど、せっかくついてきたのでこれを使っていこうかなと、しばらく使っていけばこれがお気に入りになるかもしれないので、合わないなと思ったらまた前のボールペンに戻します。中身はさっきと同じなんですけど、私のお仕事がいろんなお仕事をフリーランスとして自宅でやっているんですけど、1週間のうちで何をするかっていうのをしっかり考えておかないと、納期があったりとか、自分の SNS も更新したいしとか、そういうのの計画を立てているノートです。主にこっちの左の方にインスタグラムの投稿、作成とか YouTube の撮影とか書いてたり、右の方にアイデアとか反省、振り返り、そういったことを書いたりしています。マンスリーページの方に SNS の発信どれだけできたかっていうのを書いて、できるだけここ埋まるようにしていこうとは思っているんですけど、1ヶ月終わった時にちょっとインスタ投稿できてなかったなとか、YouTube は投稿できたなとか、そういうのを振り返れるようにマンスリーページに記録しています。最後はこのジャーナリング用のノートです。これは2025年くらいのほぼ日手帳を買った時におまけとしてついてきたノートで、ずっと何に使えばいいかわかんなくて残してたんですけど、ジャーナリングってのをちょっとやってみたいなと思ってロール版を買おうか迷ったんですけど、一旦この薄いこのノート1冊を書き切れたらロール版でやっていこうかなと思って、今はお試しみたいな感じでどんな感じで書くのか、ジャーナリングなので基本は自由に書いていいと思うんですけど、その時の考えとか将来こうしたいとか辛かったこととかマイナスなことも結構書いてて、唯一このノートだけが全ての感情を吐き出す場所っていう感じで使っています。なんでそういうノートを書こうかって思ったかっていうと、昨年自分の中ですごく嫌だなと思うことがあって、でも誰にも言えないし、SNS にもあまりそういうのは書きたくないなと思っていて、そんな時にここだったら何書いてもいいかなって、別に誰に見せるわけでもないし、ここぐらいは許してくれみたいな、そういう気持ちでこのノートを書き始めました。ちょっとだけこうやってダイソーで買った小さいシールがあるので、それを貼ったりしてるんですけど、シールを貼らなければいけないとか、可愛いノートにしなければいけないとか、そういうことは決めてなくて、貼りたい時は貼るし、貼りたくない時は貼らないしっていう感じで、このノートは本当自由なノートとして使っていく予定です。後ろの方にこのほぼ日手帳を買った時についてきたクリアポケット、余ってる分があったのでこれを貼って、たまにこういうシールを貼るかなと思って、こういうのも後ろの方に入れています。
2026年の私が使っていこうと思っている手帳をデジタルプランナーとプライベート用のほぼ日ウィークスと仕事用のほぼ日ウィークスとジャーナリング用の方眼ノート、これを4つ紹介しました。どれも大事な手帳なんですけど、自分の中で一番もう譲れないってなると、もう本当にこれが仕事用の手帳がないと本当に何していいかわからないぐらい頭の中が整理できなくて、あれもしなきゃこれもしなきゃ、あれの締め切りいつだっけっていうなる感じで、この手帳が本当に一番大切な手帳です。数年前にもっと大きい手帳も使ってたんですけど、大きすぎていっぱい書かなきゃっていう謎の焦りが出てきて、でこのほぼ日手帳ウィークス、これだったら書く欄が逆にちょっと狭いかもぐらいあって、でもこっち側にいろいろ書くこともできますし、後ろの方にフリーのページもあるので、今のところもう一生使っていきたい仕事用の手帳はもうほぼ日手帳ウィークスっていう感じです。毎年こういったキャラクターだったり可愛い手帳が出たりするので、そういうところもすごく気に入っています。それでは今回の動画はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。他の動画もチェックしてみてください。またねー。